はい、こんにちは。今日はですね、乾電池いらずのソーラー充填ランタン、ご紹介したいと思います。こちら防災にもすごく役立つアイテムなんですけれども、ソーラーランタンって言いますと、イメージ的にはこう、電池がいらない、電池代が節約になるなっていうイメージがある方も多いと思うんですけど、それも実際そうです。で、もう一つお勧めしたいのが、液漏れの心配がないというところ。液漏れっていうと、乾電池を使った機器には何でもこうリスクがあるんですけども、ランタンでお店でこう、一番こう早く壊れた事例ですと、ランタンの入っている電池の残量がゼロの状態で、スイッチがオンになっている。その状態で、約2ヶ月ほど放置しただけで、液漏れが起きたという事例があります。まだ電池の性能にもよると思うんですけども、普通に電池が入っている状態、残量がある状態でも電子機器に入れて何も使わずに1年とか2年とか放っておくと、同じような液漏れが起きて、機器が完全に使えなくなるという可能性もあります。防災ですとやっぱり1年2年、もっと長い期間使わない場合もありますし、キャンプで使われている方でも、やっぱりこうね、半年とか1年とか、こう、なかなかキャンプに行けなくて、電池入れっぱなしで置いておく場合もあると思います。そういった場合は、乾電池を抜いておけば、そのリスクは全くなくなるので、一回一回ね、機械から電池外してもらうことを忘れなければいいんですけれども、キャンプで使う方ですと、いろんな LED ランタン、他にもガスだったりとかガソリンも使うと思います。で、行ってくるたびに全部のこう電池を抜くというのは結構大変になってくると思うので、いくつかある LED ランタンの中の種類の中にこうソーラーパネルのものを入れていただけると、液漏れの心配がなくなるので、ちょっとこの辺をお勧めしていきたいかなと思います。はい。じゃあまず、アイテムを見ていきたいと思います。はい。まずはですね、キャプテンスタックの、フローティング LED ランタン。これフローティングという名前なんですけど、水に浮きます。で、水に浮くので当然防水です。水が入ってこない。なんで中ね、これ、ボトル、ナルゲンみたいなボトルの形してるんですけど、はい。飲み物はね、食品検査とか取ってないんで、飲み物を入れるには向いてないんですけども、水に濡れたら困る貴重品とか、小物を入れるのに使っていただいて大丈夫です。で、ソーラーパネルが天井にありまして、スイッチを押すと、ライトつきます。で、モード3つですね。はい。これ3段階。2段階目で一番マックスの明るさ。3回目で点滅になります。はい。まずは、ローモードで50ルーメン。連続使用は12時間になってますね。で、もう一回押すと100ルーメン。これで、使用は5時間になってます。はい。これ中身見てみます。開けますと、LED のチップが3つ入ってます。で、内側の方は当然防水ではないので、この状態で水没させない、水に濡れるようには、使わないでください。で、中見ますと、こちらですね、USB のケーブルについてますんで、ソーラーライトで、太陽の光で充電できるんですけども、太陽の光がないとき、こういったものはパソコンとかからこう USB で充電することも可能になってます。これは最初から純正でついてきます。はい、あとはですね、収納がちっちゃくなるっていう特徴があります。このベルトループ、どっちでもいいんですけど、こうちょっとこじってもらえるとカチッと外れます。で、これをちっちゃく縮めて、ループを裏から回して、こうなります。かなり薄くちっちゃく収納することができます。一応これでもつきますけど、あんまり明るくないんで、やっぱり使用するときは大きくした方がいいですね。またループを取って、これで元に戻ります。真ん中にキャプテンスタックのちょっと可愛いロゴがついてますね。はい。続いて、キャリーザサウンの LED ランプで、こちらあります。サイズがミディアムとスモール2種類あります。まずミディアムから。ミディアムも2種類あります。これですね、明るさの、明かりのこう色を選べます。こっちはクールブライトって言われる、青色発光 LED そのままですね。ちょっと白っぽい青白い感じの明かりです。で、こちらがウォームライト。
電球色ですね。暖色系のライト。こちらモードは4つですね。1回押すと、10ルーメンで72時間点灯します。2回押すと20ルーメン。これで42時間。で、3回押すと100ルーメンで10時間点灯します。かなり明るいですね。で、こちらはですね、重量も非常に軽くて、こちらミディアムのサイズで 84g。そして、パッキングが非常に小さい。こんな感じで、ちょっと折り紙みたいに畳めるんですけれど、紙風船みたいな。かなり薄く運べるので、トレッキングなんかに使ってもらうのもすごくいいと思います。バックパックにこうね、吊るせるように、ループついてるんで、カラビナなんかにこう吊るして、背中につけて持ってってもらえれば、行動中に充電ができる。本当に薄くて場所取らないんで、お車で出かけるキャンプであっても、ダッシュボードとかね、トランクのちょっと日の当たりのいいところにこう、潰した状態でいいので、置いといてもらえれば、勝手に充電してもらえます。かなり明るさも十分で、私も使ってますけど、小型テントのテントライトとしては十分ですね。本を読むまでの明るさはちょっと微妙なんですけれども、テントの中で荷物を整理するには十分な明かりで、かなり重宝します。点滅機能もあります。はい。で、次が、こちら、スモールですね。はい。こちらは、ですね、モードは3つ。つけると10ルーメン。こちらです13時間。もう一回つけると30ルーメン。こちらで10時間になってますね。明るさがだいぶやっぱりミディアムと比べると小さいですね。で、3回目点滅になります。これも同じように小さく畳めます。ただ畳んでみると、ミディアムと比べても、畳んでしまうとそんなに大きさの差を感じないです。で、スモールの方は 57g。なので、ですね、ミディアムと比べると 29g の違い。29g、それほど大きな差ではないと思うので、スペックが30ルーメンと100ルーメンってことを考えると、ミディアムの方が、重量が少し重くなっても、こちらを選んだ方がおすすめかなとは思います。お値段は4180円と、2860円ですね。1300円ぐらいの違いであれば、ミディアムの方がおすすめかなと思いますね。こちらも明かりは、クールブライトとウォーム。これ2種類あります。はい。はい。ではですね、説明終わりましたんで、全部のやつ明かりつけてみたいと思います。はい。では照明を落としましたんで、一つずつつけていきます。はい。これ今は弱い段階ですね。一個一個つけていきます。はい。こちらのキャリーザ3はまだちょっと弱い状態です。1段階目ですね。キャプテンスタックは今マックスですね。もう一回押すと、すいません。2回目でマックスです。これで明るさは全開になりますね。はい。かなりこう可愛い感じですね。ちょっとロゴもうっすら見えて、グリーンとピンクとブルー3色になってます。で、キャリーザ3の方も明るさ上げていきます。これ30ルーメン、スモールの方はマックスです。で、ミディアムの方は、1段階飛ばして、これ100ルーメンです。やっぱり明るさの強さ感じますね。で、キャプテンスタックの方は、そうですね、比べると、やっぱり明かりの広がりは、キャリーザ3の方がこう、下を照らす力は強いですかね。キャプテンスタックもまずの明かり感じるんですけども、やっぱりこう同じ100ルーメンでもこのボディに包まれたこうシリコン越しにこう明かりが出るんで、ちょっとやっぱり若干暗く感じますね。
なんかこう、アクセサリー的な感じではすごく可愛いんで、これはこれで、テントの中で吊るしたりとかすれば十分かと思いますが、屋外で使うとちょっと明るくないかもわからないです。で、キャリーズさんは、スモールの30ルーメンと100ルーメン。画像だとちょっとわかりにくいですかね。目の前で見るとやっぱりミディアムの方が断然明るく感じます。で、ベルトループがこれ、上下両方ついてるんで、通常こっち側使うでしょうね。下の方に照らしたい場合が多いんで、この状態でこう、上から吊るして使える。下への広がりがすごくいい感じの、リフレクトする感じになってます。はい。では、明かり戻します。はい。では、全機種明るさの確認をしたところで、以上となります。では、防災にも役立つ乾電池いらずのソーラー、充電ランタンのご紹介でした。ありがとうございました。